スネーク、無事か？ああ、だが嫌な夢を見た。どんな？あまり思い出したくない。人間の姿をした怪物が襲ってきた。俺は、俺だったかどうかすらわからん。夢でよかったじゃないか。悪いことは夢で起こるに限る。そうだな。まあ、今の現実よりもっと最悪な夢を見られるなんて、あんたにまだ余裕がある証拠さ。だといいが。俺が見た中で超ド級に最悪な夢を教えてやるよ。リムジンで乗りつけて赤絨毯を歩けるくらい最悪なやつだ。俺の目の前でバカでかい戦車みたいなクソったれが2本足で歩いてやがるんだ。そいつは家も人も構わず踏み荒らしてる。そのクソったれは史上最悪のミサイルを積んでいて、そいつがクソったれな火を吹くと、人も町も自然もみんな立ちどころにクソったれになっちまうのさ。住んでいた家も通っていた学校も家族も恋人も老いぼれのジョンも、そいつに睨まれたやつは丸ごとクソったれになっちまうんだ。そりゃ最悪だったな。よかっただろ、夢で。ああ、夢でよかった。ねえ、覚めたか？ああ。よし、なら一仕事片付けちまおう。スネーク、人間なんてクソ袋は所詮穴だらけだ。水を溜めれば必ずどこかから漏れ出すもんさ。ってな、ただの例えだが。つまり、どんな状況でも脱出の方法は必ずあるってことだ。諦めるな。冷静に見渡して、落ち着いて状況を判断するんだ。必ず活路は見出せる。わかった。さっきの夢を正夢にしないでくれ。頼んだぜ。ああ。スネーク？エヴァ、ここの奴らは捕虜に幻覚剤の投与？そういう好みはないと思うけど。嫌な夢を見た。夢？見たこともない化け物が刃物を振り回して、俺は俺じゃなくなっていた。そう。この状況じゃ無理もないわ。痛みと疲労で軽い錯乱状態になっているのよ。はあ。いつかあなたも自分を隠さずに済むようになるといいわね。なんだって？気持ちがわかるのよ。私もスパイだから。偽りの自分が知らないうちにあなた自身を蝕んでいる。演じているつもりがあなた自身になっている。だから本当の自分が見えないところで悲鳴を上げたのよ。それがあなたの見た夢ね。さあな。子守歌でも歌ってあげたいところだけど、あいにく一つも知らないの。だから頭の中で好きな曲を歌わせていいわよ。どんな歌でも？好きなだけアンコールして。楽しみだ。じゃあね、スネーク。脱出する方法は必ず見つかるはずよ。頑張って。ああ。スネークどうした？少佐、今何年だ？なんだって？ここは？今は1964年、そこはグロズニグラードの独房だ。どうしたスネーク？酒樽いっぱいのウォッカでももてなされたか？いや。東には98度のウォッカがあるそうじゃないか。英国ではそういうものをビシュとは呼ばん。硫酸だ。想像してみろ。君の内臓という内臓を溶かした煙が口から出てくるぞ。そんなものに手を出すべきでは。夢だったか。夢？結構だ。徹夜で君の身を案じていた甲斐があったよ。生々しい夢だった。俺は手に刃物を握って。おい、大丈夫かスネーク。頼むから正気を失わないでくれ。分かってる。あんたの言う硫酸を浴びるほど飲んだって無事に生還してみせる。頼むぞ。脱出の方法は必ずある。ああ。夢でも見ながら知らせを待っていてくれ。スネーク、あなたの右目のことだけど。はあ。角膜と水晶体が激しく損傷しているの。眼球破裂も起こしてるわ。だから。サバイバルビワーでも治せない。ええ。ごめんなさい。力になれなくて。心配するな。まだ戦える。でしょうね。だけど、くれぐれも無茶はしないで。今のあなたは、右側がかなり見えにくくなっているわ。主観攻撃を使う時も、今までとは少し勝手が違うはずよ。気をつけて。スネーク、その独房の扉は特定の周波数の電波を受信すると開く仕組みのようだな。その周波数さえ分かれば無線機で開けられるんだが。スネーク、何としてもその独房を脱出するんだ。
方法は必ずある。よく考えろ。今その独房についていろいろ調べているところよ。少し待ってて。独房の扉は特定の周波数に反応して開くようになっているらしいな。どこかでその数字を見たり聞いたりしなかったか？いや、見ただろう。私は覚えているぞ。いくつだ？うん。忘れてるじゃないか。いや、覚えている。ただ、ちょっと思い出せないだけだ。なんだそれ。脱出するにはまずスタミナを蓄える必要があるわ。スタミナがなくてはパンチやキックにも力が入らないわよ。監視が持ってくる食料は必ず食べるようにしなさい。独房の中もよく探して食べられる動植物があるかもしれないわ。とにかく何か食べてスタミナを回復させるのよ。いいわね。スネーク、いい知らせがあるわ。なんだ？ボルギンはしばらくの間あなたを殺すつもりはないそうよ。どうして？もっといたぶるためだとか。そりゃいい知らせだな。ええ、それだけ脱出のチャンスも増えるってことだから。分かってる。とにかくボルギンはあなたを生かしておくよう命令を出したわ。だから看守が治療アイテムをよこしたり食事を持ってきたりするわけか。そういうことね。もしあなたの身に何かあったらその看守はボルギンに殺される。使えるかもしれないわね、それ。ザ・ボスは君へ銃を渡したのか？ああ、シングルアクションアーミーだ。何のために？わからない。そうか。だがその銃があれば監視を。それは無理だ。どうして？弾がない。そうか。だが外に出れば手に入るだろう。まずその部屋を脱出することだ。必ず方法はある。諦めるな。ライフやスタミナを回復するには睡眠をとるのもいいわ。一度セーブして休息を取るの。セーブデータをロードしてゲームを再開すれば休んだ分だけ回復しているはずよ。スネーク、あんた何持ってんだ？フォークだが。フォーク？ナイフはどうした？ディナーの時間にはまだ早いぜ。詩吟とフォークといえば食事だなんて発想が貧困だぞ。食事でないなら何に使うってんだ？武器だ。武器？ああ、サバイバルナイフと同じように使う。さすがに CQC はできそうにないがな。今回の作戦の基本は現地調達だ。任務を達成するには限られた装備を最大限に活用していく必要がある。つまり手に入れたアイテムを臨機応変に使いこなせなければいけないということだ。このフォークのように一見役に立ちそうにないアイテムも使い方次第で有効な武器になる。それを見出す柔軟な発想が重要になるんだ。なるほど。柔軟な発想か。勉強になったよ。ああ。それにこいつで動植物をキャプチャーすれば食料をバックパックへ入れずに直接食べることもできそうだしな。やっぱり食事用じゃないか。そこの看守はあなたを生かしておくようボルギンから命令を受けているわ。あなたの身に何かあったら彼はボルギンに殺される。だから常にあなたの体調を気にしているはずよ。調子の悪いふりをしてみせたら飛んでくるんじゃないかしら。調子の悪いふり？ええ、いろいろあるでしょ。考えて。シングルアクションアーミーを持っているのか。シングルアクションアーミーは製造が始まったのが1873年。以来、一時の中断を挟んで未だに製造されている名銃だ。1875年に陸軍へ正式サイドアームとして採用されてからシングルアクションアーミーと呼ばれるようになった。保安官が愛用して西部に平和をもたらしたってことでピースメーカーなんて呼ばれることもあるな。いろんなモデルがあるが、あんたが持ってるのはブラックパウダーモデルだろう。ただリロードには時間がかかるからそこは注意してくれ。歴史のある銃だからな。様々なガンプレが生み出されている。主観でカメラのスティックを回して練習してみてもいいんじゃないか？少佐、ザボスが俺に撃ち込んだ弾丸を摘出したんだが、ああ。中に菓子薬が入っていた。菓子薬？ああ、これは一体。わからん。だがザ・ボスのすることだ。何か意味があるのかもしれないな。そこの看守はあなたを生かしておくようボルギンから命令を受けているわ。あなたの身に何かあったら彼はボルギンに殺される。だから常にあなたの体調を気にしているはずよ。調子の悪いふりをしてみせたら飛んでくるんじゃないかしら。
例えばあなたが吐いているのを見たら看守は扉を開けて様子を確かめに来るんじゃない？